すごい眺めだな、これ。よく作ったよね、こんだけね、家ね。天坂の住宅地を歩く横浜を歩いています。今回は南軽井沢から出発して、まず宮ヶ谷の北側の斜面を登ります。その後浅間台の飛騨状の尾根と谷を上り下りし、最後は宮田町に下り、興福寺松原商店街まで歩きます。天坂の住宅地を歩く、今回も横浜編です。前回終着地だった南軽井沢公園に来ています。首都高速神奈川2号三沢線、北軽井沢の丘をダブルで、トンネルで抜いてますね。それほど丘が高いということになるわけですが、迫力ありますね。外線の頂上にある構築物はね、自動車教習場ですよ。なんか雪でも降りそうな空模様だな。それではね、宮ヶ谷丘の方にね、登ってきますね。宮ヶ谷というこの谷は左側なんでしょうけどね。いやー、すごいな、これ。斜面にさ、マンションがへばりつくように建ってるよ。ここに建ってる左手の家の、前面っつうのはもう谷ですからね。ちょっと向こうに行けないかな。ヒルヘイト横浜というこのマンションも斜面にへばりついてますよ。階段があった。さあ降りてきますよ、ここから。これわかるかな、この感じ。その向こう崖ですよ。さあ谷に降りていく階段。すごい。わあ、迫力あるぞ、これは。うねうねと降りてってる。はあ。面白いな。このうねうね階段から分かれている、これ民地に向かう階段だと思うんだけど、これちょっと行ってみようか。どこに行ってんのこれ。
こから先は民地だろうけれども、どの家かな、この左手の家なのか、マンションなのか。あそこのマンション上から見えたとこですよね。やっぱり斜面にへばりついてる。それから右のマンションもそう。大変だよね、登るの。ご苦労様です。結構登り降りする人いますね。限られてるからね、道が。しょうがないと言えばしょうがないけれども。種底に寄りました。右手の上が先ほど歩いてきた道ですよ。丘に登っていく道。やっぱりそうだよね。よいしょ。もう先行けないわ。もう先行けない。へばりつくマンション。なんかここだけ見ると熱海みたいですね。先ほどね、この谷の北側の斜面を降りてきましたけど、今度南側の斜面に登ってきますね。左手の甲を上から眺めるように、東から5つの尾根が谷を挟んで伸びています。いい階段があるけど、まずこっちから行こうか。左にね、神社が見えましたんでね、浅間神社だと思いますね。浅間神社。なるほど。こう来て、90度で曲がって、ね、浅間神社。はい。赤い。で、振り返ると、海が眺められるということで、この先がもう海だったということですね。この丘が、浅間台の親指に当たるところでしょうね。登ります。おい。谷筋の道ですかね。で、うわ鉄砲階段がある。登んなきゃダメだろうな。すごいよ。誰も登んないこのところ。今じゃ使ってないでしょうね。登った先に道がなかったら降りなきゃならん。そんな雰囲気がしないでもないそうね。あらダメだ。民地だ。ここから先。こちらのお宅で終わりだ。何なんだこの道は。横浜の浜坂の住宅地をですね、ずいぶん歩いてきましたけど、面白いところっていうのは、かつての海岸線に近い外線ですね。結論そこに行ってます。宮ヶ谷。この付近は江戸時代の終わりの頃は隠れ宿と呼ばれていました。次第に浅間神社の宮の宮を取り、谷の中に立地することから宮ヶ谷と呼ばれるようになりました。先ほど見上げた大きな建物は老人ホームですね。それでは、手のひら、中指のところに登ってきます。この階段だ。盤上の集合住宅すげえな。宮ヶ谷に立ってる斜面上の集合住宅。そうしたら、この階段登っていくか。
いしょ。手すりはないよ。浜マークの下水があるから、これは指導ですね。よいしょ。もうちょっと。標高差についてはテロップで入れます。25メーターぐらいかな。よいしょ。登りきった。これが中指の先端だ。はい。好き。これぞ横浜って感じだな。宣言台なんですけど、地図を見ますとね、戦前まではほんと山林。戦後の間もない頃の地図も山林ですね。だから高度経済成長期以降、バブル期にかけて開発されたんじゃないかな。本当に丘の上はね、このように平和なんです。はい。そこのマンション、なんか仮囲いしてるから壊しちゃうのかな。で、これはもう一つの階段。もう降りませんよ。宮ヶ谷の折り重なる家並み。右側が中指の岬、左側は薬指の岬。正面の盤上の集合住宅は宮ヶ谷。真下のアパートもなんか住んでないね。ちょっとこの傾斜地の危ないところは建て替えるような、取り壊すような前提になってんのかな。はい、薬指の丘の上の住宅地。砂利道じゃんか、これ。砂利道だよ。ここに面して立ってるよね。市道なのかな、私道。これ突き当たりかな。いけるいける。すごいすごい。なんだこれ。ここに家がある。竹林の中に。マジですか。ほい。ほら。こっちは中指の岬。中指の尾根。道路が出た。道路に出ました。面白い。なんて面白い街なんだ。ほんと、尾根と谷が入り乱れてんだな。交互に現れる。これ。すごい。さあ、小指の丘が見えてきたぞ。はい、これ、指の付け根ね。ずーっと、見てください。いやー。コンクリートの擁壁があって、その上にフリーフレームがあるという感じ。そっかそっか、丘の上に、日発三沢競技場があるんだ。それでね、なんか、スポーツやってる声が聞こえてくんだ。
はい、小指の丘はですね、一回降りてから登りますね。鎌ヶ谷に入ってきました。谷底からもう一度、谷の北側の斜面を登ってきます。ほらほら、サッカーやってる声が聞こえるよ。よいしょ。うわぁ。石垣。よいしょ。応援団の音が聞こえてくる。宣言台の小指に当たるとこですね。地名的にはもう鎌ヶ谷かもしれません。やっぱり保土ヶ谷に近づくにつれて地形が険しくなってくるような気がする。聖地は近い。では、小指の丘に登ってきますね。はい。いらっしゃいって感じですね。お、聞こえてきた。応援団。よいしょ。こっち行こう。よいしょ。きついな、これ。応援されても、こっちは大変ですわ。登った。すごい眺めだな、これ。よく作ったよね、こんだけね、家ね。ここも、まだ宣言台ですね。宣言台北地区旧停車地崩壊危険区域。はい、小指の尾根道。ここは車入れませんね。軽自動車ぐらいできるのかな。駐車場ある家ありません。それもそのはず。ここに階段があるもんね。はい。宮田坂。うわぁ、すげえ。高低差40メートルぐらいあるね。片平川の谷に降りる一直線の坂道。長い長い坂道だから宅地の数は多いです。ほいほい。枝道。
はい、正面の丘は保土ヶ谷ですよ。保土ヶ谷エリアの丘です。ちょっと行ってみようか。家がないわ。空き地。まあ、立ったらね、これね。ここに立ったらすごい長いじゃん、これ。すごい。振り返るとこんな感じですよ。はあ、長崎みたいだな。旧東海道の松原商店街にやってきました。ここに賑わってんね。すごいね、屋根の上に段ボールが置いてあるわ。興福寺松原商店街浜のアメ横です。国道16号線と環11号線が交差する興福寺の交差点ですね。右手はね、国道16号線。旧東海道に並行している道ですね。東側の道かな。そんでね、この町はどういう町かと言いますと、かつては、赤線だったとこです。レッドライン。いわゆるカフェ街ってやつですね。まあ、その名残がちょっとあるでしょう。スナックがね、残ってます。はい。この辺なんそうだよね。再開とかさ。この辺もそうでしょ。ちょっと入ってこうか。いかにもでしょ。カフェ街です。かつてはね、いわゆる昭和33年の売房法施行、そこで亡くなってしまうわけですけれども、それまではカフェ街だったわけですね。それでね、面白い神社があるんですよね。お稲荷さん。そのかつてのカフェ街の名残が残っている神社ですね。なくなってる。ここですよ。ここにあったんだよ。なんだ。なくなっちゃっていいの？稲荷さんとか。完全にここですよね。いやー、参ったな。山坂の住宅地を歩く横浜編。今回はですね、軽井沢から宮ヶ谷から浅間台、宮田町歩いて、最後は興福寺松原商店街まで行きました。いかがだったでしょうか。今回歩いた山坂の住宅地はですね、横浜の中でも一級品トップクラスだったんじゃないでしょうか。それではまた次回、どっかの山坂の住宅地でお会いしましょう。さようなら。